自分のポテンシャルをフルに生きてないなってずっと思ってて、で気づいたら45になって普通の幸せを毎日生きてる。でも私それをもう一度生き直そうと思います。去年ね、私これから残りの人生好きなことだけをして生きていきますって宣言して、その通り去年の残りの数ヶ月過ごさせてもらっていました。本を読んだり文章を書いたり、好きな時お昼寝したり、毎日カフェに行って、本当になんか好きなことだけしかやってないし、毎日毎日本当に楽しくて本当に幸せだったんです。でもそれでもね、思うことがあって、改めて YouTube 始めようと思っていますので、お付き合いお願いします。今このタイミングでね、お正月で見てくれてる人だったら、今年どんな年にしたい、あるいは自分の残りの人生どんな風にしていったらいいんだろう、どんな風に生きていったらいいんだろうって考えてる人いると思うんですよ。そういう人にはどうかな、聞いてみたいんですけど、普通の幸せ生きてないかなって。普通の幸せで満足できる人って羨ましいなって思うんですけれど、私はそれに満足できない部類の人で、この物心ついて幼少期から20代後半30とかになるまで虐待されていたので、自分の人生を何とかして取り戻してやりたい、自分の幸せを取り戻してやりたいって、そういう気持ちがすっごい強いんですよね。だけどなんかね、その自分を信じる、自分の才能を信じる、その普通の人生よりも、普通って一般的な普通のね、幸せな人生よりももっともっと自分は大きいことをできる人間なんだっていう、その自分を信じて、もっともっと今の自分を超えるような夢を見て生きるっていうことを諦めちゃってたんじゃないかなって思ったんですよ。私って多分傍から見るとすごい恵まれてるんだろうなって認識はしています。こうやってバンコクですごく幸せに毎日過ごしている。旦那さんも私がすごく家事に熱心ではないしいろいろなんかね、もっとできた奥さんっているんだろうなとは思うけれども、それでもいいよって、そのままでいいよって見守っていてくれる。で娘がいて6歳なんですけれども、本当にその子とも毎日毎日幸せに過ごしていられるし、多分私が今まで45年間生きてきた人生の中で、今この時点が今までの人生の中で一番幸せっていう状況をずっと更新してるんですよ。いい食住、何の心配もなくいられること、人間関係の悩みもなく、むしろ与えられるものがすごく大きいこと、感謝してるし、ありがたいし、これをなくしたくないなと思います。ただね、私10代とか20代とかまですっごく自分のことを根拠なく信じてたんですよ。自分はものすごい才能がある、これもこれもこれもって、もう自分はすごく得意なことがいっぱいあるし、
自分がそのやりたいって思ったことがあったら何でもできる能力があるって本気で信じてた。ちょっと心配されるレベルかもしれないぐらい信じてて、これからの人生、自分はどれをやっていったらいいんだろう。全部叶っちゃうから、こんな一回この人生の中でどれか一つなんて選べないよ。全部叶えたい。時間が足りないけどできるだけ手に入れたいって、そう思って、それも可能だと思うぐらい、すっごい人生と自分に大きく期待してたし信じてた。でもね、どこからかわからないけれど、なんか普通の幸せに収まってるなって気づき始めたんですよね。私は振り返ってみると少し変わった境遇で育ったりだとか、他の人にはないチャンスを与えられたりしたこともあったと思う。幼少期からそんなね、20後半30とかになるまでありとあらゆる方法で虐待されてて、だったらいろいろな人の気持ちが分かるようになるし、いろいろな人の状況に共感して、もしかしたらそういう人たちを手助けするような人にもなれたかもしれない。でも今は私は夫と娘と私とってこの小さな3人の生活をバンコクで静かに続けてる。で、高校の時にアメリカに留学させてもらって、でアメリカの私は、ハワイカンザスにちょっといたけど、その後ハワイに行って高校生活を送らせてもらったんですよね。でその後とかも、交友関係とかいろいろあって、多分英語はまあまあいい線までいったと思うっていうのが、ちょっとこれ別に誇れることじゃないんですけど、大学受験もね、もう帰国子女みたいな人たちが受ける受験って普通の学生さんよりも勉強すること少なくていいじゃないですか。で私もそういうような枠で入り、英語一本だけでなんか他の教科は本当にかろうじて2桁みたいな試験結果だったのに、学校で英語だけでかろうじて入れるぐらい英語はまあまあいい線いったと思う。だけど今バンコクで生活していて、バンコクっていろいろな国の人たちが集まって住んでるところだから、英語が話せれば生活も困らないし、なんなら仕事もできるし、すごく快適にやっていける場所なんですよ。でも私英語を使って仕事をしたりしたこともあるけれど、今は全然もう普通の生活も、別に英語も使うけれども日本語も使って、英語がなくちゃ不便、今ほど快適じゃないけど、でもとにかくすごく普通の幸せなんですよ。で普通の幸せで満足できる人もいると思う。みんな元気で仲良く暮らしていく毎日、何でもないことで笑い合ったりだとか、いい食事を困ってなくって、なんならちょっとお金出して高いもの買ったりだとか、そういうこともできる、その生活、それに感謝して毎日を過ごしなさいっていう考え方もあると思う。でも私は自分の人生を
取り返したいっていう気持ちがすっごく強くて、やっぱりその幼少期20代後半30とかまで虐待されてきたっていうのが私の中ではすごく人格形成に影響を与えたんですよね。本来自分を守ってくれて愛してくれて助けてくれる人たちから全部その反対のことをされるから。で、いろんなことを試したりしても誰も助けてくれなかったから、その状況から逃れるまでの解決に至らなかったから。だから私は思いっきり生きられない時期がすごく長かったんですよ。いかに自分がより痛みを少なくできるか、いかに痛みを減らしながら生きるか、いかにその相手の腹を立つ状況を減らすかもちょっとねわからないけど、とにかく思いっきり生きれた時もあったけれど、生きれた面もあったけれど、すごく反抗的な面も持ちつつも、やっぱり私は自分のポテンシャルをフルに生きてないなってずっと思ってて、で気づいたら45になって普通の幸せを毎日生きてる。でも私それをもう一度生き直そうと思います。もしねこれ見てくれてる人で毎日幸せだって、普通の幸せに感謝してるっていう人がいても、自分を諦めないでほしい。もっともっと大きい夢を見ることを諦めないでほしいなって思います。私もねどこまでいけるかわからないけど、うまくいったらすごく楽しい。でも失敗したとしても、自分がここまで行きたいっていうところまで行かなかったとしても、すごく一生懸命やる、何かを夢中になってやるってやっぱり楽しい。頑張れば頑張ったほど失敗も楽しい、笑える思い出になるじゃないですか。失敗した話なんてあげたらキリがないけどね、私なんて笑える話いっぱいあるよ。本当にそうで、だからね私3つやろうと思って、1つ目はこの YouTube のチャンネル登録者1000人まで行く、そこまで頑張る。2つ目、体重を減らす。もともとはもうどちらかっていうと体重が減っちゃうから、もうちょっと食べようかな、もうちょっと食べなきゃなみたいな体質だったのに、どうしたことでしょう。どっかからもうお水飲んで空気吸ってるだけで体重が増えるようになってしまって、代謝っていうんですかね、これね、わかんない。もう誰か止めてもうちょっとねこれ言うのはうわーって感じ、抵抗があるんですけど、しかもこの全世界配信みたいな YouTube で私身長はすごく低くて150ちょいなんですよ。でそこの150ちょいのところにいやでもちょっと経過報告をするので、皆さんに明かすんですけど、もともとの理想体重が48キロから50キロの間だったのに、もう60キロになってしまって、この数年の中で
もう10キロ以上増えたんですよ。で、私もともと少し健康に不安定なところがあって、多分ね、そのね、虐待の関係もあるんだろうなと思うんですけど、きちんと治療してなかったりしたこともあって、ちょっと体が弱めな感じなんですよ。すごいひ弱くて何もできないとかいうわけじゃないけれど、だから娘ねにはすごく小さい頃から心配をかけていて、でもその6歳の娘とね、娘にも言われて、その娘とママと2人で長生きしようねって少し前に約束したんですよね。だから私はその娘との約束を守りたいし、私45歳で娘6歳だから、周りのママたちよりもちょっと年齢重ねてるんですよ、私。だからますますね、できるだけ健康で長生きしよう、どこまで長生きできるか見ようっていう、それぐらいの勢いで、とにかく長生きできる健康な体にしないといけないから、体重を減らそうと思います。で、若い頃の理想体重が45歳の理想体重と同じになるかわからないけど、とりあえず2025年5キロは減らしたいと思います。で、そこからもともとの理想体重よりも5キロ増えたその体重が45歳の私の理想体重なのか、それとももっと減らして前みたいに調子いいなって感じられるのか、ちょっとまた測ってみたいと思います。で、3つ目は文章を書く。私今まで仕事として人に頼まれてお金をもらって文章を書いてたんですよね。でも私、留学させてもらったり、両親が人間関係について悩んで、で今すごく両親ともいい関係になれてるし、それはすごく私は自分を誇りに思うんだけれども、そういう経験もしたし、一時期は体調が悪くて半分寝たきりみたいになってるような状況から、今こうやって動けるような体にもなったりだとか、私のちょっと独特な感性のせいで周りの人を振り回したりすることはあるけれど、でもだからこそ、もしかしたら世界の一部の人は見ていない眼鏡で世界を見てるかもしれない。そういうものをやっぱり文章として、言葉として、人に頼まれたから書かなくちゃいけない文章じゃなくて書きたい、自分の言葉で。で、最初はブログを書こうと思うんですけれども、ゆくゆくはそれを本にしたい。だから文章を書く、その3つをやろうと思います。でね、YouTube だからね、これね、 YouTube に関してだと、世界中の中で一番登録者が多いアメリカ人のミスタービーストって方がいるんですよ。で、私ね、登録者1000人まで行くぞって思った時に、じゃあどうすれば登録者1000人まで行くようなチャンネルを作れるのかなって見たんですよ。で、日本語のサイトと英語のサイト、検索、日本語と英語で調べたら、どっちも上の方にミスタービーストって出てくるので、ミスタービーストがいくつもアドバイスをしてくれてるところはあるんだけれど、その中で私がはあってあ、そうなんだって
ある意味出足をくじかれたような気はしたんだけれども、はって思わされたのが、彼が言うのは、ずっと YouTube の世界にいてやっと分かったことが、初めの100本までのビデオっていうのは練習、100本まで出して、そこで初めてどういうチャンネルにしていくのか、どういうものが見てくれている人に喜ばれるのかとか、どういうビデオがいいビデオとして納得できる作品になるのかだとか、感覚をつかみ始める。だから100本出すまでは練習だよって言ったんですよ。だからね、私はこのチャンネルを登録者1000人いくっていうのを決めたので、まず練習をしなきゃいけない。人間は何でも練習したことが上手になるからね。だから私はまず2026年少なくとも100本これ上げます。1週間に2本のペース、それをね、うまくできるようにしていこうと思います。まあね、長くなっちゃうから今日はこんなところで。皆さん、これで2026年始まったでしょ。だからちょっと考えてみてほしいです。本当に自分の可能性をフルで生きてるか、自分を諦めてないか、ちゃんと大きな夢見てるか。だってまず信じてやってみないことには何も起こらないから、もしこれ見てくれてる人の中で私のように普通の幸せで満足できない人、普通の幸せじゃ十分じゃない、そう思うわけじゃないけれど、自分はもっと今の普通を超えられるんじゃないかって、一緒に信じてくれる人がいたらチャンネル登録お願いします。一緒に頑張ろうと動いてくれる人が増えると嬉しいです。